こんにちは、ハヌルです。今回は定額制で聞き放題になったオーディブルを実際に使ってみた感想というテーマについてお話をしていこうと思います。最近ですね、音声学習だったり耳で読書をする人がじわじわと増えてきているように感じています。なかなかですね、読書をしたり勉強するまとまった時間を作るのが難しい人にはすごくですね、適したものなんじゃないかなと思います。で、今回ですね、オーディブルが定額制にリニューアルしたということで、実際どんな感じなのか使ってみています。実際にですね、使ってみての感想だったり、メリットやデメリットっていうのをお話ししていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい。で、まず簡単にですね、オーディブルとはどういうものなのかというと、月額ですね、1500円で聞く読書ができるという Amazon のサービスになります。以前の有料会員プランは聞き放題っていうのはポッドキャストのみだったんですね。で、各会員に毎月コインがですね、1枚付与されて、好きなオーディオブック1冊と交換ができるという仕組みでした。なので、読みたい本は月に1冊だけ読めるという感じのサービスだったんですね。で、コインの支給っていうのは2022年の1月26日で終了して、1月27日からはオーディオブックも聞き放題に変わったという、こういったリニューアルがありました。ただですね、すべての本が聞き放題になったかというとそういうわけではなくて、一部ですね、有料の本もあります。新作で出たばかりの本などは有料のことが多いです。ではここからは実際に使ってみて良かったポイントっていうのを順番で話していこうと思います。まず一つ目がですね、音声で聞けると効率よく読書できるということです。基本読書っていうのは目を使わないとできない行為ですが、オーディオブックはですね、目を離すことができるというのが一番のメリットなんじゃないかなと思っています。そうするとですね、移動中や家事をしながらでも音声で読書をすることができるようになります。通勤時に本で読書をするっていうのは持ち運ばなきゃいけなかったりとか、広げるのがちょっと大変だったりするっていうのがあると思います。長時間同じ電車に乗る人であれば読み進めることができるかもしれませんが、乗り換えなどがあると頻繁にですね、目を離さないといけなくなってしまって、なかなか集中できないんじゃないかなと思います。その点ですね、ずっと聞き続けることができるので、効率よく読書できるのではないかなと思ってます。で、2つ目ですね、文章よりも音声の方が頭に入りやすい時があるということです。YouTube が出てきて、教科書で勉強するよりも動画の方が分かりやすかったりするように、文章よりもですね、音声の方が分かりやすい時があります。もちろん文章の方が分かりやすい時っていうのもあるんですけれども、個人的には音声の方が入ってきやすいのかなと最近思ったりしています。このあたりはですね、個人差がある部分でもあるので、ちょっと試してみるといいかなと思います。で、3つ目ですね、意外とオーディブルの中に読みたい本が多いということですね。12万点の作品が読めるということでざっと見てみたのですが、読みたい本があるなと思いました。またですね、結構頻繁に本の入れ替えなどもあるみたいで、新しく読めるようになっている本などがあります。読み放題になるとあまり興味のない本が多かったりする場合があるんですけれども、今のところ気になる本が読めそうなので、もう少し使っていこうかなと思っています。キーワード検索で絞り込むこともできるので、うまくですね、そのあたり使って良い本を見つけられたらいいなと思います。はい、以上3つがですね、今使ってみて良かったなと思っているポイントです。月額1500円で移動中や家事をしながら知識を吸収できるっていうのはかなりコスパがいいんじゃないかなと思ってます。これは少し個人的な話ではあるんですけれども、リモートワークからですね、少し通勤をする仕事に変わったということもあって、オーディブルを使うようになってから退屈だった通勤時間が少し楽しみになりました。続いてですね、気になるポイントも少しお話ししていこうと思います。気になるポイント1つ目はですね、人を選ぶということです。これどういうことかっていうと、こういう人は必要ないだろうなと思う部分があるということです。それはですね、読書をするまとまった時間がある人ですね。本が好きで椅子にじっくり座って読書する時間を取れる人には必要ないのかなとも思いました。オーディオブックはですね、あくまでも耳だけが開いていて、その隙間を埋める役割なのかなと思ったりもします。で、2つ目ですね、どんどん先に進んでしまうという部分ですね。
音声だとどんどん進んでしまうので、そこをちゃんと理解していないのに進んでしまう場合があるので、いちいち音声を止めたり戻して聞き直す必要があるかなと思います。これがですね、本だと自分では読み進めない限り、そこでじっくり考えたり、簡単に前の行やページに戻ることができるんですけれども、音声だとそこに少し手間がかかるのかなと思います。またですね、意識が他のことに飛んでしまったりすると、そこの部分を聞き飛ばしてしまうことがあるので、そのあたりも注意が必要かもしれないなと思いました。で、3つ目ですね、ナレーションによって内容が入ってこなくなる時がある。ナレーションはプロの朗読ということなんですけれども、たまにですね、癖があったり、音声がちっちゃかったりするので、聞きづらい時があります。もう少しですね、フラットな感情と音量で読んでもらえるといいなと思ったりもします。読みたい本の音声が微妙だと、なんか聞く気がなくなってしまう場合もあるんですよね。このあたりもちょっと気になるなという部分ではあります。そしてですね、最後にちょっとお話ししたいことがあるんですけれども、今私はですね、Kindle Unlimited と Audible の2つをですね、契約しています。Kindle Unlimited って実際どうなのという動画も出しているので、ぜひ気になる方はそちらも見ていただけると嬉しいです。で、この2つを使ってみて思うことは、どっちか1つあればいいのかなというところですね。Audible で読み放題になっている本っていうのは Kindle Unlimited でも読み放題になっていることが多いです。音声で聞いていきたいっていう方は Audible を選んで、しっかりとですね、読書をしていきたいっていう方は Kindle Unlimited などを選んで、自分の生活に合わせてですね、サービスを利用していくのがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は定額制で聞き放題になった Audible についてお話をさせていただきました。音声読書を利用すると隙間時間を有効活用することができて、知識がどんどん増えていくので、かなりおすすめなんじゃないかなと思います。30日無料体験があるので、ぜひ一度チェックしてみるといいんじゃないかなと思ってます。では最後まで動画を見ていただきありがとうございます。じゃあまた。